皆さんこんにちは、しきです。まもなく4月ということで、外の気温も少しずつ暖かくなってきましたね。今日はですね、春から新人看護師さんになる皆さんにナースの持ち物を紹介したいと思います。あらかじめ入職前に準備するのもありですし、お仕事が始まってから欲しいものを買うというのもありなので、こういうものを病棟で使っているんだという参考になれば嬉しいです。今回の動画はナースリーさんにご協力いただきました。ありがとうございます。それでは始めますね。まずはペンポーチ。ペンポーチはあると便利ですね。ペンなどをそのままポケットに入れると、使いたい時にガサゴソでバラバラになってしまって取りにくいので、私はポーチにまとめて入れています。縦に全部入れられるので、取りたい時にすぐ取れるのが便利ですね。普段はこのようにポケットに入れてます。ペンポーチはポケットにすっぽり入るので、普段はこんな感じでポケットパンパンです。このポーチの柄はキャラクターの柄だったり花柄だったりいろんな種類があるので、自分の好きな柄を探すのはとても楽しいですよ。次にステートです。聴診器ですね。私は大学で買ったものをそのままずっと使用してます。他の看護師もみんな同じリットマンですし、ここの色も結構かぶるので、私は今撮影用に外してるんですが、普段はテプラ名前シールですね、名前シールを大きく貼ってそれぞれの見分けがつくようにしてますね。次にペンなどの文房具類を紹介したいと思います。私がメインで使っているのは4色ボールペンです。4色か3色が便利ですね。情報収集の時に大事なことは赤色など色を使い分けることが結構あります。私のボールペンはリラックマです。可愛いのにしてテンション上げようっていう作戦ですね。あと黒いボールペンです。これは病棟には製薬会社の名前とか薬の名前が書いてあるボールペンがたくさんあるので、いつもそこからもらって使ってます。結構シンプルなボールペンが多いんですけど、たまにこのピオマルといって可愛いキャラクターが書いてあるのもあるので、可愛いのがあったら優先的に取っちゃいますね。あとは油性ペンと蛍光ペン、定規とあと付箋ですね。ハサミはよく使うので、ストラップをつけて自分のスクラブのポケットにつけて、このような形でなくさないように使ってます。あとお気に入りなのがこのキキララのハンコです。これはキャップレスといって蓋がなくてそのままカションって押せるタイプになってます。ハンコが結構使うんですよ。私最初ハンコは蓋がついているどこにでもあるようなハンコを使ってたんですが、そうするとハンコを使うたびに蓋を開けなきゃいけない上に、急いで蓋を閉めたりして緩んでるのか、たまにポケットでキャップが取れていたこともあったので、キャップレスの方が断然使いやすいので私はおすすめします。次にナースウォッチですね。私はこのナースウォッチにこの100均で売ってるストラップをつけて、時計もなくさないようにポケットにストラップの端をくっつけてこうやって使ってますね。よく使うのは点滴の滴下数を合わせる時なので、こうやって伸ばして滴下筒のそばに持ってって滴下数を合わせてます。ナースは手を洗うことがとても多いので、腕時計だとどうしても濡れてしまう可能性が高いので、私はこのナースウォッチを使っていますね。あとタイマー付きの電卓はすごく便利です。計算も結構しますし、あと私は電卓よりタイマーの方をよく使いますね。ものすごく忙しい時は同時にやらなきゃいけないことが本当にたくさんあるので、絶対に忘れてはいけない時にこのアラームをセットして、どんなに忙しくても音で気づけるようにしてますね。これはアラームが音とバイブが選べるので、夜勤の時はさすがに音が鳴ったら迷惑になってしまうので、夜勤の時はバイブバージョンにして使ってますね。あとペンライト、患者さんのお口の中を見たり、あと夜勤の時に使ったり、ペンライトはすごくよく使いますね。またこのペンライトには瞳孔計がついていて、瞳孔の大きさを見るときに使えるペンライトになってます。
私は最初瞳孔系ついてないものを使用してたんですけど、やっぱりついているものを使ってみて、こっちの方がすぐ調べられるのは便利だなって気づきました。ペンライトは必須ですね。あとメモ帳、私は2冊いつもポケットに入れてます。2冊ともポケットに入るサイズです。こっちのノートにはもういろいろ書いてあります。病棟でよく出会う疾患であったり、薬、処置の手順、JCS など病棟で使う項目ですね。頻繁に使う内容であったらもう頭も体も覚えてるんですが、たまにしかやらない処置などの手順などはまるまるずっと覚えてるのは大変なので、処置の前にこのノートで確認しますね。病棟で使う可能性があるものは全部ここにまとめてるっていう秘密のノートになってます。いつでも見れる状態にしてます。もう一つのメモ帳は、こっちは走り書き用です。忘れないようにしようと思ったことや後で調べておこうと思ったことをパッとすぐにこっちのメモ帳にも走り書きですね、書いてあと確認して調べたり、そして必要なことはこっちのノートにまとめて何回も見られるようにするという形にしています。他にポケットに入れているものはハンドクリームとリップクリームですかね。結構病棟が乾燥するのでこの2つは毎回入れてます。他には私が循環器の時に使っていたのはこのデバイダーというやつで、これで細かいところに見るのに便利なのでデバイダーは持ってました。他に駆血体は病院によって買う人もいるようです。私のところは病棟にたくさんあるので買わずに病棟のを使ってますね。こういうナースグッズはどこで買うのかというと、休憩室などに看護師専門のグッズの雑誌が置いてあったりするので、それをみんなで見たりとか、単品だと送料がかかったりするので何か買いたい時にみんなに声をかけてまとめて買ったりします。あとはネットで検索しても出てきますね。私はナースグッズを買う時は可愛いものにして持っててテンションが上がるようなものを揃えています。ナースグッズお気に入りのものが見つかると持ってて楽しいので、皆さんもお気に入りのナースグッズ見つけてくださいね。あと他にも今回は病院のものなので持ってこれませんでしたが、これくらいの袋に1つずつ入っているアルメンやテープもよく持ち歩いてますね。テープはストラップを使ってこのように使いやすいように私はポケットにかけてます。テープと同じ大きさのものがなかったのでガムテープでやってみたんですけど、ちょっとでかすぎましたね。病院によってはポケットに入れていいものについて決まりがあるところもあるので、就職先のルールを確認してくださいね。他にもナースの持ち物はあるよというナースの皆さんはぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画はここまでになります。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter や Instagram も始めましたのでぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんお気づきかもしれませんが、なんと式ナースチャンネルロゴマークができました。ずっとロゴマークが欲しいと考えていたのですが、この度素敵なデザイナーさんと出会いまして作っていただきました。デザイナーさんって本当にすごくて、私が伝えたこうしてほしいっていうのを全てロゴマークに反映してくださいました。一つ一つに思いが込められています。完成したロゴマークを見た時は動画のモチベーションがビューンって上がりました。なので今はやる気がすごいです。デザイナーさんには本当に感謝いっぱいです。他にもお伝えしたいことがありまして、なんとチャンネル登録をしてくれた方が6000人を超えました。ありがとうございます。間もなく4月ということで、初めての就職だったり学年が一つ上がるなど新しい環境など変化の多い時期になりますね。私が新人看護師時代、また看護学生の時にこういうことを知りたかったなということが結構たくさんあるんです。その一つ一つを動画にして皆さんのお役に立てたらいいなと考えています。
これからも私、しき新しいロゴとともに動画作りを頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。